どうも皆様、魅惑のスクミフ探偵、シュピンネギズミルークスでございます。このシリーズではこれまで、西部劇編やワノ国ジパング編など変わった世界観を舞台にしたことが何度かありました。今回はその中でも、とびきりの変わり種が登場です。すなわち、異世界ファンタジー編となります。私は勇者パーティーの一員として魔王城に突入し、無事に魔王を討伐できるのかどうか。そしてその裏では犯人の暗躍も進み、よし、ここでキャンプを張るのも今日で最後だ。いやー、異世界から来た私が勇者エクラドさんのパーティーに入れるとは思いませんでしたが、いよいよ最後の戦いですか。ああ、これまで1週間ほどここでキャンプを張り、鍛錬や薬草集めなど皆自由に備えてもらっていたが、いよいよ明日魔王城に突入し、魔王 FF を倒すわけだな。ドキドキするわ。腕が鳴るぜ。ところで、本当にその鎧でいいの？ああ、心配はいらねえ。ああ、ギゼアノスさんの鎧は鋼鉄製でしたっけね。ソナルテみたいに、ミスリル製の鎧を装備すればいいのに。あ、俺は魔法剣士だからね。鎧はミスリル製さ。そこは俺の体力でカバーよ。多少の傷は勲章だ。ああ、信頼しているよ。それに、魔封じの聖水もあるからな。ええ、あの時、湖の精霊から授かった。勇敢なる者たちよ、本代の魔王 FF を倒すにあたってこの魔封じの聖水を授けます。装備に浴びせれば48時間は魔法が無効になる。ただし人体に直接振りかけてはいけません。今代の魔王である FF はもう年老いていて肉体的には強くない。魔法を一番の武器としてくるはずだから、我々が魔封じの聖水を浴びれば勝つことは難しくないはずだ。じゃあ今夜はそろそろ休もう。明日の朝作戦を確認して突入だ。これが魔王 FF の城。さすがの異様ですね。事前調査によると、城の内部はこうだ。西館と東館に分かれていて、どちらからも魔王の玉座にたどり着ける。西館は魔物の巣窟らしい。一方の東館は魔物が一体しかいない。魔王の番犬ケルベロスだ。ただ普段は眠っているそうですね。そうだ。だからまず東館を備なるペト・ギゼアノスが先行して様子を見る。その間残りのメンバーは入り口前で待機だ。ソナルペト・ギゼアノスの先発隊がケルベロスが寝ていることを確認したら一旦戻り、全員でケルベロスが眠っている間に素通りする。そううまくいくかしら。ケルベロスとの戦いはできれば避けたい。もしケルベロスが起きている場合は西館から攻略する。まあ魔物の巣窟とはいえ、ケルベロスを倒していくよりはたやすいだろう。玉座のまでは魔王との決戦があるからな。なるべく楽なルートで疲弊を抑えたい。じゃあ、行ってくるぜ。ケルベロスが眠っていることを祈るわ。なんだ、扉が閉まったぞ。
ダメ、鍵がかかっているわ。魔王の罠か。分断されてしまいましたね。シュピンネ、この扉は破壊できないか。無理そうですね。この扉はオリハルコンとミスリルの合金製のようです。ミスリルまで使われてるのか。俺の魔人斬りでも無理だな。あらゆる金属ですら両断する魔人斬りもミスリルにだけは弾かれてしまうんでしたっけね。それにあまり大きな音を立ててケルベロスを起こすことになってもまずい。参ったな。他からも出られそうにね。となると、中にいる我々は進むしかないわけか。中のお二人が出る。もしくは外の我々が合流する。どちらにしても魔王の玉座を通ることになってしまう。仕方ない。東館に入れない以上、我々は西館から攻める。ソナルペとギゼアノスも魔王の玉座を目指してくれ。先に着いたチームは魔王と戦うことになるだろうが、なんとか時間を稼いでくれ。最終的には東館チームと西館チームが魔王の前で合流して倒す。時間を稼ぐならあれがありますね。ええ、魔封じの聖水ね。今は俺が持っている。となると、なおさら東チームよりも先に魔王の前へ到着したいところです。西館を攻略しましょう。いきなりキングリザードか。シュピンネ、ルテイズ、戦闘準備だ。私が足を凍りつけて動きを止める。行くわよ、氷結魔法。よし、動きが止まった。食らいなさい。レッドヘリング。よし、次に備えながら進むぞ。なんか弱くなかったですか、さっきのリザード。おいおい、油断するなよ。いや、何か弱っていたような気がします。確かに、まあそれならこちらとしては好都合だが。奥義、兜割り。火炎魔法。そろそろ魔王の玉座に着くわ。ここに来てグレートゴーレムですか。必殺、魔人斬り。雷撃魔法。グレートゴーレムがこの程度で倒れるとは。確かに魔物が弱っている気がする。確か魔王が倒れると全ての魔物は力を失うのでしたね。そうだ。それこそ俺たちの冒険の目的だからな。まあ弱ってはいても実際魔物は襲ってきてますからね。でも今から魔王を倒して全ての魔物を消滅させる。よし、魔王の玉座に突入する前の今こそ魔封じの聖水を使うぞ。これで俺たちに魔王の魔法は効かないはずだ。よし、魔王の玉座に入るぞ。ブハハハハハ。よく来たな、子はったとも。我こそは、第13代魔王、FF である。東西の二手に分かれて城を攻めてくるとは、諸古材な奴らだが、どうやら、東館の奴らは、ケルベロスの餌になったようだな。なんだと。蘇生魔法は24時間以内なら有効だが、その前に、勇者イクラと、魔導士ルテイズ、そして異界転生者シュピンネ。貴様らもここで滅ぼしてくれよ。帰り道などは大変。西館との通路が。上等だ。どの道逃げ道なんて必要ない。来るがよい。バールストン・ギャンビット。なんだ、その程度か。魔法が吸収されている？ほとんど聞いていません。バカな。魔王に魔法が効かないなんて話は聞いたことがないぞ。今度はこちらの番と行こうか。雷撃魔法。おかしい。魔封じの聖水の効果がありません。ただの水ですよ、これは。そんな、あれはあらゆる魔法を無効化するはず。まさか、
誰かがそっくりな瓶を用意してすり替えたというのか。ふはははは。何をごちゃごちゃ言っている。必殺、魔人斬り。聞かぬわ。バカな、魔人斬りすら効かないのか。火炎魔法。レッドヘリング。うわー。己いる。なぜだ。急に弱ったぞ。いや、それなら好都合だ。こうなったら、貴様らも道連れにしてくれる。大炎上魔法。いけない。流水魔法。火は止められたみたいですけど、水蒸気と湯気が何も見えない。どう？これまでか。いつか、時代の魔王が現れるとき、貴様らは必ず、グフ。やったわ。魔王がいない。やれたのか。ええ。ああ、それより東館の二人を助けに行かなくては。なんだ。急に、眠く。これは催眠魔法。近距離でないと発動できないはず。しかし魔王が近づいてくる様子はなかった。一体、誰が。何時間ぐらい眠っていたのでしょう。なぜ催眠魔法なんかが。やはり魔王が生きて。いえ、空を見てください。魔王城上空に常に立ち込めているという暗雲が消えています。魔王はやはり倒されているんですよ。そうか。しかしあの距離で、催眠魔法を一体誰が。あれは。俺の剣が。いや、それよりルテイズが。シュフィンネ、蘇生魔法をかけてくれ。ええ、早く蘇生して催眠魔法をかけたのが誰か、そして誰に殺されたのかを聞き出しましょう。いや、その前に治癒魔法で出血を止めた方が、聞きません。蘇生魔法も治癒魔法も。そんなバカな。現に、今まで俺たちは戦死しても、24時間以内に蘇生魔法がかかれば。そういえば魔封じの聖水がただの水とすり替えられていましたね。そこに転がっている瓶。おそらくあれが本物の魔封じの聖水。それがどうした？いや、まさか。すべての魔法を無効化する。それはつまり治癒魔法や蘇生魔法も無効化してしまうということなのでしょう。だから人体に直接振りかけてはいけなかった。とんだ劇薬です。蘇生魔法が有効なのは24時間以内ですが、魔封じの聖水の効果時間は48時間だ。畜生。つまり蘇生は不可能。死が確定しました。聖水は魔族には扱えないので、これは人の手によるものです。人が人を不可逆的に殺害する。私の元いた世界ではこれを殺人事件と呼びます。すなわち調査が必要です。さて、調査も必要ですが、その前にケルベロスに殺されたというお二人も助けに行かなくては。ああ、そうだな。まさかその二人まで、魔封じの聖水がかけられてないといいが。西館との通路は魔王が崩落させましたが、東館の方は問題なさそうです。魔王にも慈悲があったというのか。さあ、どうでしょう。とりあえず東館を捜索しましょう。ギゼアノスさん、ソナルペさんの死体がありました。この歯型、間違いなくケルベロスのものです。そして肝心のケルベロスは魔王が倒されたことでやはり消滅したようです。ということは、俺たちが魔王と戦っている時には、やはりやられていたのか。そうかもしれません。ケルベロスに死体を荒らされているので死亡推定時刻はわからなさそうです。とりあえず蘇生しましょう。俺たちはやられちまっていたようだな。ケルベロスは落ち着いて聞いてください。魔王は倒しましたが、ルテイズさんが殺されてしまいました。なんだと？魔王め。もう、蘇生魔法はかけたのか？いや、死体には魔封じの聖水がまぶされていました。そのせいで蘇生が不可能なのです。そんな。あれほど強力な聖水、魔族が触れたら、
間違いなく即死だ。ええ。魔封じの聖水に長く触れていたら、魔王でも間違いなく死ぬでしょうね。つまりあれをやったのは、この勇者パーティーの誰かというわけか。そういうことです。ところでお二人はここで何があったのでしょうか？ケルベロスを起こしちまったんだ。ああ、くだらないトリックでね。トリック？ケルベロスがいそうな部屋の扉は慎重に開けたつもりだった。しかし扉の向こう側に鎧と剣が積んであったんだ。不安定な状態でね。そして扉を開けるとそれが崩れて、その音でケルベロスはお目覚めってわけだ。なるほど。ケルベロスはもういませんが、首輪が残っていますね。鎖がつながっているので、この部屋からケルベロスは出られないようです。だがそれで簡単にケルベロスを無視して通り抜けられるほど甘くはなかった。ケルベロスは魔法を使う。3つの首が火炎、氷結、電撃のブレスを吐くんだ。それで扉を開けた時の音に混乱してる隙にやられちまった。なるほど。よほど魔法の耐性がないとやはりケルベロスをしのぐのは難しいようですね。では改めてルテイズさんの死体を調べましょう。ルテイズさんは胸部を剣で背中から貫かれ、出血性ショックにより死亡。ただほんの少しの間生きていたようです。そして死体の喉に血のついた鍵が入っていました。犯人が押し込んだものではなく自ら演技したもののようですね。おそらく瀕死の状態で犯人を告発するような証拠を体内に隠したのでしょう。見たことのない鍵だな。それにこの金属は魔族の間で使われるものだぞ。もしかしたらですが、この魔王城のどこかに合う鍵穴があるかもしれません。魔王 FF の死体も調べたいところですが、やはり消滅してしまったようですね。おや、魔王の玉座の下に隠し扉がありました。椅子の移動も含めて随分静かに開きますね。東館西館から玉座の間に入る扉はかなりうるさいですが、この隠し扉はこっそり出入りできるかもしれません。とりあえず中に入ってみましょう。この部屋はこれだけですか。城から出られる隠し通路があるわけでもなく、これで行き止まりのようです。随分水浸しの部屋ですね。魔王の着ていたローブが残っていますが、これも濡れています。そしてこの水、少し魔封じの聖水が混ざっていますね。バカな。一体誰がそんなことを。魔族には使えない聖水が介在している以上、これも人間の仕業です。それから部屋に縄がたくさんありました。この縄にも魔封じの聖水が染み込んでいるようです。一体何に使ったのでしょうね。魔王のローブにはところどころ剣で切れた跡があります。俺が魔人斬りを食らわせたからか。しかしあの時は弾かれたが。つまり魔人斬りでローブは切れたものの、その下で弾かれたという感じでしょうか。それと床が水浸しなのとは別に、この辺の壁、結露というか水がついています。魔王の最後の炎上魔法をルテイズさんが流水魔法で相殺した時、大量の水蒸気が発生しましたからね。それがこの隠し部屋内の壁に付着しているということは、あの時隠し扉が開いたのでしょう。魔王がここに逃げ込んで生き絶えたというのか。かもしれませんね。次はルテイズさんが飲み込んでいた鍵について鍵穴を探しましょう。私に考えがあります。やはりこの鍵穴でしたか。バカな。ルテイズが開かないと言っていたのに、そのルテイズが鍵を持っていた。そもそもこの扉、勝手に閉まるような仕組みなんてないんですよ。ただの内開きの扉です。弱めの疾風魔法を使ったのですね。疾風魔法。あれは自分から対象に向かって風を吹かせられるだけだぞ。要するに風で扉を閉めたのですよ。そして閉まった扉にルテイズさんが駆け寄り、素早く施錠しながら鍵が開かないと嘘をつく。魔族ではなく犯人による分断作戦だったのです。そんな。我々の魔王城攻略、そして魔王討伐は犯人によってコントロールされていたのかもしれません。
そして鍵を閉めたのがルテイズさんである以上、ルテイズさんは犯人の共犯者だったのです。じゃあ、犯人とルテイズが二人で何か企んでいて、そして犯人が共犯者であるルテイズさんを殺したといったところでしょう。だいぶ分かってきました。しかしそんな計画、魔王城を事前に訪れていないと無理だろう。鍵の入手もそうだ。犯人は本物の魔封じの聖水を手にしているわけですから、魔物の魔法攻撃は全く恐れる必要はない。それに加えて勇者パーティーの力量があれば、事前に単独で魔王城を攻略することも不可能ではないでしょう。しかし、そうだとしたら魔王は、あいつはそのことに気づいているはずなのに、なぜ何も触れなかったんだ。そこはかなり重要なポイントかもしれませんね。では玉座の間に戻りましょう。次はどうするんだ。そろそろ解決編と行きましょうか。ソナルペさんとギゼアノスさんも呼んで、全員をこの魔王の玉座に集めてください。そうか、わかった。さて視聴者の皆様、魔王城攻略という極めて特殊な状況下で本事件は発生しました。そのため皆様に一つ約束をいたします。それは作中に描写のない魔法はトリックなどに使われていないということです。異世界ファンタジーという状況下でロジックを成立させるためにはこのくらいのルールは必要ですからね。それを踏まえていつもの宣言を。私は視聴者に挑戦します。ここまでで推理に必要な材料は視聴者にも全て提示されました。ルテイズを殺害したのは誰なのか、自信のある方はぜひこの事件の犯人を指摘していただきたい。もちろんその他感想などなどコメントは大歓迎です。それでは解決編もご期待ください。シュピンネ・ギズミルークスでした。